女性に多い便秘、緊張すると緩くなってしまうストレスから来る下痢。お腹は残念ながら自分でコントロールすることができません。お腹の不調が続くと気分は晴れずイライラする。このイライラ、これが一番体に悪く、気分をブルーにさせるだけでなく仕事の効率も落ちてしまいます。こんにちは、野村整骨院長の野村明夫です。脳からの指令がなくても働くことができる唯一の臓器、腸は第二の脳と呼ばれています。それゆえ腸は脳に負けないぐらい賢いとも言われています。また腸には体中の免疫細胞の約 70% が存在しています。免疫細胞は体内に入ってきた病原菌やウイルスなどと戦ってくれる、いわば防衛の最前線の役割を果たしています。そして不安や恐怖を抑え、幸福感や満足感を与えてくれるセロトニン、この幸せホルモンと呼ばれるセロトニン、その 95% が腸で作られています。つまり腸内環境はメンタルにも影響を与えているのです。また便秘が解消されると副交感神経の働きが良くなり、自律神経のバランスが整うことが知られています。反対に腸内環境が悪くなると副交感神経の働きが悪くなって自律神経のバランスが乱れます。つまり自律神経を整えることで腸の働きを良くすることができ、腸内環境を良くすることで自律神経を整えることができます。このように相互に影響し合っており、腸と自律神経は切っても切れない深い関係にあります。またお腹の不調が心に与える影響は想像以上に大きいとも言えます。それでは今から腸の働きを活発にするエクササイズ、腸から自律神経を整える方法を紹介します。で、やり方なんですけども、この小腸と大腸に分けて行っていきます。で、ちょっとトルソー君をお借りしてですね、トルソー君の体を使って説明していきますね。で、これ胸を外すとですね、こう肺と心臓が見えるんですけども、その下ですね、ここに胃があります。で、そのすぐ下ぐらいですね、これ大腸になります。大腸がちょっと外しますね。ちょっと胃を外して、胃を外して、胃を外しますと、こっから小腸ですね。これ胃を取り出すとですね、こっから小腸になります。で、この小腸の大腸をちょっと外しますとですね、これが小腸になります。小腸がこっから十二指腸がずーっと来て、この小腸につながっています。空腸と海腸って分かれているんですけども、ここにアプローチする方法と、そしてこの小腸からですね、小腸からここ、この辺り盲腸なんですけども、大腸にアプローチしていくんですけども、大腸というのはこっからずっと右側ですね、右側を通って右側の端を通ってみぞおちのちょっと下ぐらいを横切ってですね、そしてまたこの左の脇腹からずっとこう下がっていってですね、最後この下腹部から少し上がって、で真ん中から降りてお尻の穴につながっている、そういう風な構造になっています。で、やり方なんですけども、この小腸にアプローチする方法がまず一つ、そしてこの大腸ですねにアプローチする方法が2つ目になります。で、小腸はですね、腸内環境、腸内フローラと呼ばれるものを調整するのと、免疫ですね、免疫関係は小腸ですね。で、大腸というのは便秘とか下痢ですね、そちらの方に関連があります。で、やり方なんですけども、この小腸のあたりを最初行います。1つ目の小腸を行って次に大腸に移っていきます。場所なんですけどね、ちょうどこのみぞおちありますね、みぞおちの少し下、このあたりが小腸だと思っていただければいいと思います。で、大腸はこの両脇ですね、脇の下、この脇腹ですね、脇腹の端からずーっとこのみぞおちの下ぐらいを横切って、そして左の脇腹を下がって骨盤の中に入っていって、一回上がって下がるというような感じになっています。で、小腸を行うんですけども、小腸は1箇所2箇所で、まずは小腸から行っていきます。この辺りですねをイメージしていただいて、軽く押さえます。
軽く押さえて3秒間キープします。そして3秒経ったらパッと離す感じですね。スプリングを離すとバネをギューッと押さえてパッと離すとボヨーンと戻りますよね。そういうイメージで小腸のあたりを両手で軽く押さえて3秒間押さえます。そしてパッと離して5秒間休みます。そして少しずらして3秒ですね。ちょうどおへそのあたりですね。おへそのあたりを軽く押さえていただいてまだ3秒。3秒経ったらパッと離して5秒休みます。これを1回、今1回やりましたね。これをもう一度いきますね。そして3秒。パッと離して5秒休みます。そして少しずらして下ですね。そして3秒間押し続けます。軽く押して3秒。3秒経ったらパッと離します。そして5秒休みます。これを2回から3回ぐらい繰り返してください。模型でやるとですね、このトルソーでやるとこういう感じですね。押して、ちょっと斜めにしますね。軽く押して3秒間。で、パッと離します。で、5秒間休みます。で、5秒経ったらもう一度、今度は下ですね。少しずらして下を行います。で、軽く押して3秒。で、3秒経ったらパッと離して5秒休みます。これで小腸は終わりです。ですから2箇所ですね。2箇所していただくだけです。2箇所3秒押して5秒リラックス。3秒押して5秒リラックス。というふうに3秒5秒を2箇所で行うだけです。そして続いて大腸ですね。大腸の方はね、ちょっと両手を使うんですけども、位置を確認してくださいね。この下ぐらいとこの位置から順番にずらしていく感じですね。こんな感じ。脇腹の上と下ですね。ここから1箇所、2箇所、3箇所、4箇所、5箇所という感じですね。じゃあ実際にやっていきましょうか。この辺り、方向としてはね、便はこういう感じでのの字を書くような感じで、大腸を通っていきますので、その順序をたどるような感じですね。で、まずこの右の盲腸のあたりと左のこの胃の近くですね、あたりを軽く押します。これも軽く押して3秒。3秒経ったらパッと離して5秒休みます。そしてずらします。で、もう一度3秒。3秒押して3秒経ったらパッと離します。で、5秒リラックスして5秒経ったら順番にずらしていきます。大腸の場所をたどるような感じですね。で、3秒押してパッと離して5秒休みます。で、もう一度3秒押してパッと離して5秒で、最後ですね、5箇所目3秒押してパッと離します。離して5秒間休みます。これをですね、順番にしていただいて、これも2回から3回ですね、していただければいいと思います。はい。で、これもですね、一度に2回から3回行っていただいて、この小腸と大腸とセットでやっていただいてもいいですし、その調子の悪い時ですね、消化が悪いなと思った時などは小腸ですね。便の出の調子ですね、下痢になったり便秘になったりしている方はこの大腸を中心にしていただければいいと思います。はい、最後にですね、腸を体の中から変える生活習慣についてお話しします。全部で4つです。まず1つ目は水をこまめに飲むということです。水を飲むと胃腸が刺激されて副交感神経の働きがアップします。
特に朝起きてすぐに飲むコップ1杯の水というのは非常に効果的です。ここで注意ですが、水というのは水分という意味ではありません。お茶でもなく、コーヒーでもなく、紅茶でもなく、ジュースでもなく、お水です。理由は水以外のものを飲むと体は食物として認識してしまうんですね。ですからここは意識してお水にしてください。これを毎日1リットルから2リットルを目安に少しずつ定期的に飲むように心がけてください。2つ目は発酵食品を摂るです。味噌や塩麹、酒粕納豆お漬物ですね。それらの発酵食品を摂るようにしてください。これらは腸内環境を整える善玉菌が多く含まれており、これらの発酵食品に含まれる微生物が腸の免疫細胞を活発にする役目があります。3つ目はゆっくり食べるです。よく噛んで食べるというのは昔から言われていますけども、咀嚼のリズムですね。それが副交感神経の働きを高める。しっかりと噛むことで唾液も分泌されて、またこのしっかり噛むというのは食物と唾液をよく混ぜ合わせるという役目もあります。反対に早食いは脳が満腹感を感じる前に食べ過ぎてしまい、内臓に負担をかけてしまうのでよくありません。4つ目ですが、この腸のゴールデンタイムというのがあります。食事を終えてから食べ物が吸収されるまでの3時間は腸にとってのゴールデンタイムと言われています。特に夜食事をとるタイミングが重要です。寝る前の3時間前までには食事を済ませるようにしてください。残念ながら自律神経は女性で40歳、男性で30歳を過ぎたあたりから副交感神経の働きがガクッと下がります。さらに放っておくと自律神経の機能は10年で 15% ずつ低下すると言われています。これはある意味仕方がないことです。だとしても私たちにできることはあります。それは乱れてしまった自律神経をそのままにせず整えることです。自律神経は決してないがしろにできない大切なシステムですから、自律神経をケアすることは日々を快適に過ごす秘訣だと考えています。今後も自律神経をケアする様々な方法を紹介していきます。これらを行っていただくことで気分も爽快になり、あなた自身の人生をより豊かにし、周囲の人々にも良い影響を与えると思います。はい、本日の動画いかがだったでしょうか。最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録をどうぞよろしくお願いします。またこの動画が役に立ったと感じていただきましたら、高評価ボタンを押していただくと励みになります。それでは次回の動画でお会いしましょう。